YouTube。はい、ということでですね、今日はですね、メロディックマイナースケールについて、簡単なね、ことなんですけども、ちょっとね、軽く、シェアハピしようと思います。はい。という、ことなんですけれども、メロディックマイナーもちょっと、やってほしいな、みたいな、ことがあったんで、ちょっとね、これについて話していこうかな。確かに音楽ってメジャーもマイナーもあるんで、ちょっと、あれですけど、そうじゃないですか。メジャーの曲とマイナーの曲あるじゃないですか。で、結構日本人ってマイナーの曲好きじゃないですか。そんなことでね、とりあえずちょっとね、いろいろ言いましたけど、とりあえず大事は大事なんで、ちょっとね、これについて、お話ししようかなと思います。ということで、わかりやすく C のメロディックマイナーを、中心にね、これでね、ちょっと話を展開していこうかなと思います。ちなみにメロディックマイナー、知ってますか？メロディックマイナースケール。はい、こんな感じです。はい。C のメロディックマイナースケール、ド、レ、ミのフラット、ファ、ソ、ラ、シ、ドですね。これの、ちょっと練習方法とか、そのあたりを軽くね、お話しできればなということでございます。はい。では、早速参りましょう。どうぞ。はい。ということでですね、メロディックマイナースケールについてということで、C のメロディックマイナーは、はい、こんな感じですね。ド、レ、ミのフラット、ファ、ソ、ラ、シって感じですね。そんなに、別にそんな難しいスケールじゃないんですよ。なんでかって言ったら、C メジャースケールってあるじゃないですか。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、こちらね。これの3つ目の音、ド、レ、ミですね。これが半音下がってるだけなんですよ。マイナースケールって、3度目の音がこう半音下がるっていうのがね、これ特徴的なんで、ちょっとそこをね、捉えていけたら、余裕かな、みたいな、そんな感じですね。じゃあね、吹いてみましょうか。そんな感じで、ちょっと暗い感じが、しますよね。ちょっと月並みな感想ですけど。はい。ということで、これ C のメロディックマイナーなんですけど、これね、メロディックマイナーって、オルタードスケールと一緒なんですよね。一緒っていうわけじゃないけど、一緒って言ったらね、じゃあね、真面目な人がちょっと怒っちゃうんで、今これ C のメロディックマイナースケールじゃないですか。B のオルタードスケール、こちら。はい。どうですか？ B、だから C ですよね。から始まってるけど、構成音一緒じゃないですか。C のメロディックマイナースケールと B のオルタードスケールが、構成音が一緒っていう、そういう感じなんで、ちょっとこの辺をね、セットでというか、特にジャズとか、そういう、ポップスとか、詳しくなりたいなーって思ってる人は、こういうオルターノをね、セットで覚えると、いいんじゃないですかね。でもオルターノでね、結構、サウンド的に、耳馴染みがあんま、しにくいというか、あんまキャッチーじゃないじゃないですか。キャッチーっていう言い方もあれですけど、ね、あんまり、あーってなりにくくないですか？だからちょっと難しいかもしれないんですけど、そういうのもあるなーっていうのをちょっと片隅に思っといてもらったらいつか使える時が来るんじゃないですかね。で、B のオルタードスケールで B7 のところで、この B のオルタードスケールがよく使えるんじゃないかなっていう、使えるんじゃないかなっていうか、なんていうんですかね。ジャズの巨匠とかは、セブンスのところでよく使ってるんで、ジャズのCD とか聞いたら、なんとかセブンスのところでオルタードってよく使ってるんで、そういうところでね、使えるかな、みたいな、そういう感じですね。じゃあ、練習方法といっては、なんですけど、さっき、メロ
ナースケールってこうメジャースケールの3個目の音が半音下がっただけみたいなこと言いましたけど、まあもうそんな感じで練習してもらったらいいと思うんですよね。例えばこんなんとか、ちょっと前にちょっと紹介したやつ、これまあ話せるときはメジャースケールでまあ話してるんですけど、例えばみたいな感じで、もうほんまにミをフラットして、あとはなんていうのかな、同じパターンで当てはめて練習したら十分もういいんじゃないかなって思うんですよね。そんななんかメロディックマイナーだからこの練習みたいな、なんかそんな変わらないとまあ思うんですけど、あとは前回ねやりましたね、スケール練習のパターン。特にそのアドリブのフレーズとかに直結しやすいし、でもいいんじゃないですかね、こういうなんとかはね。はい、まあなんかそんな感じでまあ戻りましょうか。はい。ドレミのフラットファーソラシドシルとって、まあちょっと待って、もう一回やろう。なんかうまいこといかへん。地図チャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、今回、まあ、メロディックマイナー、まあ、およびオルタードスケールをシェアハピしたんですけど、ぜひね、メロディックマイナーもこれは、まあ、練習してみてほしいですね。まあ、世の中にはいろんな、スケールがあるんで、まあ、それをね、たくさん練習していただいたらいいんじゃないですかね。私は、個人的に練習するときは、メジャースケールはもちろんですけど、メロディックマイナースケールも、まあ、なんやかんやって練習するかなって、ちょっと、まあ、思いますね。そういえば。基礎練習の時に。まあ、メロディックマイナースケールも12キー練習するんで、やっぱね、ちょっと難しいやつがあるんですよね。なんやろな。E フラットメロディックマイナーとか、結構難しいかなって、なんか、私的にはまあ思ったりするんですけど、まあね、ちょっとね、まあ、12キーもその全部のキー、まあ、ね、練習するのはちょっと酷な話ですけどね。せめてこう、なんやろうな。よく出てくるキーとか、中心に練習するっていうだけでも、まあ私はいいんじゃないかなって思いますね。まあこれね、まあもうほんまに、まあ、しつこいようですけど、やっぱ基礎練習ね、やっぱちゃんと、やってほしいなって、まあ、思いますね。結構、ジャズとか、ポップスとかやってる人って、基礎練習そんな、せんでいいんやろみたいなこととか言うんですけど、基礎練習は、もうその、なんていうの、共通やから。共通っていうか、その、クラシックの人も、もちろん基礎練習するけど、ジャズ、ポップスとかの人も、みんな、基礎練習の部分は、みんな一緒なんですよね。絶対やるんですよね。だからそれなんか、雰囲気ですかね。雰囲気的なもんですかね。なんか、そんな しなくていいみたいな。もう、いや、絶対いるっしょ、みたいな。なんか、むしろ、なんていうかな。まあ、いろいろなものに、瞬時に対応できるために、そういう基礎的な部分っていうのは高めておく必要があると思いませんかって思うんですけどね。そういうなんかアドリブのいる曲は、まあ、なんか適当でいいみたいな、なんかそういうちょっとなんかそうやってなんかそんなことないのになって、なんでそんなん言うんやろうなってまあちょっとまあ思ったりするときあるんですけどね。まあでもね、ちょっと、ね、ぜひねこれをやってほしいですね。まあとはいえね、私はそんなにまあ基礎的な部分指めちゃくちゃ動くかって言われたら、まあぶっちゃけそんな動かないパターンの人間だと思いますね。これもちょっとなんというか良くない、部分というかね、それを高めていきたい部分なんですけど、それね、自分を高めていくこと、これも技術のうちということでね、皆さん頑張ってください。今日はこれで終わりです。この動画が
面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。ブオー。